皆さんこんにちは、こんばんは、てしもです。私が厳選したヒーリングクリスタルのセットと自分のエネルギー状態がわかるチャクラマップ付きの個人遠隔ヒーリングを販売しているオンラインストアてしもヒーリングもよろしくお願いします。今回は私たちのエネルギーを整えるのに大切なグラウンディングについて、いつも便利に使っている言葉だけど、一体どういう状態がグラウンディングなのか、今のあなた様に合ったグラウンディングはどれなのか、そのグラウンディングを助けてくれる石はどんな石なのかというお話をしていきます。またその中でもエネルギーの動きとその作用から見て様々な種類のグラウンディングがあるので、それらを今回なるべく少なく4種類に分類してみました。いつもはお話とヒーリングが1本の動画に入ってるんですが、今回内容が盛りだくさんなので動画を前編後編に分けまして、前編のこの動画をお話のみ、明日公開する後編でヒーリングをお届けします。今回いつもよりお話が長いんですが、本当に大切なことをお伝えしていきますので、少しずつでも聞いていただけたらと思います。皆さんはグラウンディングってどんな状態だと思いますか？私は恥ずかしながら地に足をつけることでしょって思ってて、しかもそれが文字通り裸足で土の上とかに立てばいいのかなって思ってました。で、自然の中で過ごすことかなって思ってたんです。で、あともう一つの意味として、ふわふわ空想ばっかりしてたり、心ここにあらずの状態と反対の状態、つまり現実的に物事を捉えて意識が目に見えていることとか耳で聞こえていることに対して行き渡ってる、しっかりしている状態だと思ってました。で、それらも間違いではないかもしれませんが、でもこれまでに分かったグラウンディングをエネルギー的観点からお話しすると、思ってたのと全然違う世界が見えてきたんです。それでは今回分類してみた4種類のグラウンディングを分かりやすい順にお話ししていきます。第1のグラウンディングの方法は自分の波動を落ち着ける、つまり地球の波動に合わせてつながることです。これがいわゆる地に足をつけることに近いのかもしれません。このタイプのグラウンディングが特に合っている方、必要な方は主に心身の健康促進、回復したい方、物質的な願望実現をしたい方や豊かさを感じたい方、体を使う仕事や活動をされている方、それから極端にスピリチュアルに傾倒してしまっていて、地球での生活に支障が出ている方、あとネガティブに感じる感情や感覚、外からの影響を感じて辛い方です。今の時代は波動を上げるように促すワークやヒーリングが主流で、みんな波動を上げたいですよね。で、私も上げたいんですけど、でも体はどうでしょうか？で、体は触れられる物質的な肉体です。私たちはそれを使って活動していることがまだ多いので、体を生まれ故郷である地球の波動に合わせて、そして地球とエネルギー的につながっておいて、エネルギーの入れ替えをすることで健康に保つ必要があります。そもそも波動は高ければいいというものではなく、超高波動、高波動、中程度の波動、地球の波動といういくつもの段階があり、その段階にいい悪いは実はないんです。いい悪いの観点から見ると、重たいとか地球よりも低くて濁った感じなどは明らかに嫌なんですが、高くて強く鋭い波動も長時間耐えられない落ち着かない波動ですから、場合によっては悪いということになってしまいます。人で例えても、例えば覚醒して常に明るくハイテンションの人は画面越しにちょっと見るくらいで私的にはちょうどいいんですが、実際一緒にいて落ち着く気分がいい人って違ったりしますよね。クリスタルの場合でも超高波動のクリスタル、例えば一部のアゼツライトやゴールデンヒーラーなどの水晶、特別に高活性化された石などは、私も最初の頃は酔って気持ち悪くなって頭痛はするしで、不快感がすごかったです。
だからいい波動というのは単に高い波動ではなく、今の自分に合ってる、今の自分の進化に合ってる目的に沿った必要な波動ということになります。そういった意味で特に肉体的な健康のためには地球の波動が合っています。今は地球の波動も上がってきていますし、私たちの肉体も高次元の波動に慣れていくようにアップデートされる流れになっていますから、ヒーリングをするときは地球の波動を持つクリスタルと高次元の波動を持つクリスタルを混ぜて行うと効果的です。それでも私たちが地球で生まれて肉体を持っている間は、地球の波動とつながるグラウンディングをすることがとても大切です。そして肉体のためだけでなく心の健康にももちろんつながります。以前お話ししたリキッドマトリックスボディという言葉があるんですが、これは簡単に言うと身体的意識のある体ということで、普通意識があるのは脳とかマインドと考えられていますが、実は臓器や体の特定の場所や皮膚なども意識があるという科学的研究があるんです。そのように肉体自体も意識を持っている、意識を生み出すことができるとすれば、体を健康に保つことは健康的な意識を持つことにつながると言えます。その地球の波動とつながるグラウンディングですが、ここに分かりやすくするために代表的なクリスタルをご紹介します。ヘマタイトとブラックトルマリン、そしてスモーキークォーツです。どれも体の基底部のルートチャクラや足元のアーススターチャクラに対応する石です。ちなみにあらゆるクリスタルはそれぞれのグラウンディング効果を持っていますが、全部紹介すると一生この動画が終わらないので、私が持っていてよく使うクリスタルからご紹介します。でも皆さんが持っているクリスタルについて、こんなグラウンディングをしてくれる気がするよなど、気がついたことがありましたらコメントで教えていただけたら嬉しいです。こちらのヘマタイトは鉄鉱石です。この石は持っただけでもその重さから地球への重力を感じることができますし、体の筋肉や組織に力がみなぎる感覚があるので、グラウンディングの意味を感覚的に理解することができます。パイライトやマグネタイト、赤や黒の、これがガーネットですね。ガーネットなど鉄分を含んだ他の石も同じような作用があります。私たちの鉄分が含まれる血液の供給回復や血液の浄化に役立ち、自分の物質としての存在を呼び起こすことができます。地球は3分の1以上鉄分で構成されていることが、これらの石のエネルギーに触れると安心感や強さを感じ、物理的に保護されていると感じる理由かもしれません。スピリチュアルな栄養となる高次元のエネルギーは、実は血液によって運ばれると言われていますが、ヘマタイトをはじめ鉄を含むクリスタルたちはその働きによって肉体に魂や高次元の霊的なエネルギーを落ち着かせるのに役立ちます。つまり魂レベルで肉体を通して地球につながることにも役立つんです。ブラックトルマリンはネガティブなエネルギーを掃除機並みに吸収して体の活力を高めます。また環境の浄化にも役立ちます。こちらはビジョンでその働きを見てみると、自然の中で深呼吸するように清められ浄化されていくという性質があります。朝露に濡れた森の中の苔を想像していただきたいんですが、その苔が水を浄化し、地中に流して酸素を出していくように、私たちのエネルギーを浄化して活気づけていきます。スモーキークォーツもブラックトルマリンのように超強力に私たちがネガティブだと感じるエネルギーや体調不良を引き起こす不要な付着物を吸い取り、地球からポジティブなエネルギーを届けますが、その過程で地球と私たちとの強力なパイプを作るという特徴があり、それがグラウンディングになります。そのパイプはグラウンディングコードとも呼ばれるんですが、エネルギー的に強くポジティブでまっすぐで、ネガティブな波動が近づけないようなパイプです。
そのためスモーキークォーツのグラウンディングは精神的な安定や自信、恐れからの解放につながります。またストレスから来る体調不良にも、特に胃腸にも効果的です。ヒーリング以外の行動でこの第1のグラウンディングを行う場合は、自然の中で過ごす、海で泳いだり山に登ったり、近所でもいいので綺麗な水や自然を感じられる場所を散歩したりする、自分ができる範囲で体を動かす、スポーツをすることをお勧めします。次に第2のグラウンディングは、生命力や高次元のエネルギーが私たちのエネルギー体の中央経路を貫通して地球まで届き、天と地がつながることで起こるグラウンディングです。このタイプのグラウンディングが特に合っている方、必要な方は主に、ちゃんと食事をしているのにエネルギー不足を感じる方、根源的な生命力を高めたい方、原因不明の疲れやすさを感じている方、胸や喉などに疲れる感じがある方、スピリチュアル的な目覚めが近い方や最近目覚めた方です。宇宙や天、光の源など様々に呼ばれる高次元からのエネルギーがグラウンチャクラを通り、ルートチャクラを突き抜けて、グラウンディングコードと呼ばれるルートチャクラと地球をつなぐコードを通って地球とつながります。その時に高次元の高い波動が中央経路、つまり私たちのチャクラをつなぐ柱のブロックや詰まりを取り去って浄化しながら地球まで到達します。入ってきた波動とエネルギーは肉体やエネルギー体に活力を与えていきます。このタイプのグラウンディングが得意な代表的なクリスタルを紹介します。まず何といってもアナンダライトです。アナンダライトは宇宙の意識、宇宙の波動を持ち、しかも極めて高波動なため、グラウンディングのイメージはないかもしれませんが、経路を開いて天と地をつなげるという意味でのグラウンディングでは最高の石です。クンダリーニという脊椎の底にあるエネルギーを覚醒させ、さらに宇宙、高次元の波動を使ってエネルギーが通る中央経路を開き活性化することができます。チベタンテクタイトという隕石由来の石と一緒に使うことも多いですが、単独でも十分な効果があります。またこちらのサウラライト、アゼツライトやこういう微細な結晶に覆われたスピリットクォーツ、ブルージークォーツたちも同じような傾向があり、高次元の波動が不足している場合やエネルギー経路の詰まりが原因の疲労の回復に大きく役立ちます。当てはまる場合はヒーリング直後に元気になった、すっきりしたと感じるかもしれません。あともう一つはスパニッシュアラゴナイトです。こちらもアナンダライトと同じように中央経路を開きますが、違いはより生命力とかプラーナと呼ばれるもの、つまり生命のためのエネルギーを感じるところです。生命力そのものがクラウンチャクラを開いて、天から自分に入ってきて管を作り、満たしながら地球にまで到達するという感覚なんです。身体的には細胞と体の再生、若返りをサポートすると言われており、ご紹介してから1年以上経ちますが、今でもなんか疲れてるなという時に、小さいポシェットに入れて首から下げていますし、また個人ヒーリングを希望される方で体調が優れない方の経路を開くために使うことがあります。こういう柱状で縦に線が入っているクリスタルは、その形のようにエネルギーが流れる傾向があるので、お持ちのクリスタルがあれば、ぜひチェックしてみてください。ちなみに今ご紹介しているクリスタルを使って、過去に投稿した動画はすべて概要欄にリンクを貼っておきますので、興味がありましたらぜひそちらのヒーリングも受けてみてください。この自分を通して天と地がつながるグラウンディングをヒーリング以外の行動で行う場合は、深呼吸をする。特に背骨の縦のラインを意識しながら深呼吸を行う。整体やヨガ、ストレッチ、マッサージなどで経路の流れを良くすることをお勧めします。第3のグラウンディングの方法は高次元の波動や意識、
エネルギーを体や人間のエネルギー体、ハートに統合することです。高次元のエネルギーや気づきなどをしっかりと自分のものにしていくというと分かりやすいでしょうか。でこのタイプのグラウンディングが特に合っている方、必要な方は主にスピリチュアルや高次元に目覚め始めた、もしくはすでに目覚めている方で、スピリチュアルな情報や気づき、エネルギーを実際の人生にもっと活かしたい方、自分の心身が高次元のエネルギーを活用できるようにバージョンアップしていく段階にある方です。結構魂の領域に目覚めると最初は知識を求めてすごいたくさん本を読んだり YouTube で情報を仕入れてやってみたりすると思うんですけど、一人一人最適な進化の道があるので、それをキャッチして本当の意味で自分の心身の健康につなげるっていうところまで活かせるようにするのがこのタイプのグラウンディングですね。で、地球も人間もその個性は変わりませんが、その中で波動が上がっていっていますから、波動の高い世界に順応するためにも、高次元の波動エネルギーに慣れて扱えるようにしていくことが生きやすさにもつながっていきます。で、このタイプのグラウンディングが得意な代表的なクリスタルを2つご紹介します。クリムゾンキュープライトとヒーラーズゴールドです。第一のグラウンディングのところでも触れましたが、血液の循環システムは高次元のエネルギーを運んで移動させるのに一番適しています。クリムゾンキュープライトはまさにそれが得意な石です。プラーナを体、そしてエーテル体に取り込み、エネルギー的な栄養が細部まで行き渡ったような感覚、流れを感じます。血液が輝いているようなビジョンが見えたり感じたりするんです。こういうことが得意な石は時々口の中が酸っぱく感じることがあります。例えば宇宙の光の源、最高次元の波動やその意図をクリアに保持しているこのサチャロカクリアアゼツライトとか、あとはアゼツライトは大体そうなんですけれども、このゴールデンアゼツライトなどと組み合わせて、その波動をこのクリムゾンキュープライトを使って、体レベルや肉体に近いエネルギー体に統合する、グラウンディングするように使います。そうすることで実際の食べ物以外からも生命のエネルギーを得て活動しやすく元気になったり、肉体とオーラの部分にまで宇宙の意図と生命力が流れ込むことで、周囲の人にもそれがなんとなく伝わりますから、あなた様への対応がいい意味で変わるかもしれません。また、高い波動のフィールドができることによって周囲の環境から守ってくれます。ヒーラーズゴールドはその名の通り、ヒーラーにとって欠かせない石です。パイライトとマグネタイトの混合物で鉄鉱石なので、第一のグラウンディングのためにも適していますが、アリゾナ州で産出されるこの石はなぜか他の鉄鉱石とは少し違って、高次元の繊細なエネルギーやひらめきを生み出すようなかすかな情報などを私たちのレベルに合うように落ち着かせることが得意です。この石の存在自体が動じない強さとポジティブなエネルギーを持っていますが、そのエネルギーでエーテル体よりもさらに外側のアストラル体やコーザル体などと肉体を整合させます。と自分で言ってても私も意味があんまりよくわかんないんですが、感覚的にすごくハイレベルで繊細なエネルギーを調和させて肉体のレベルに正しく届けるという感じです。ヒーリングをたくさんした時やちょっとした躁状態になってしまった時、または単に落ち着かないなと感じる時にこの石をハートチャクラに置いておくだけですぐに落ち着きますし、ヒーリングを行う時は高い周波数を扱うわけですが、その周波数に合わせやすくなっていると思います。またこの石を枕の下に置いておくと深く眠りやすいですが、それは眠っている間に魂が休んでいる場所だというアストラル体にまでこの石が影響するからだと思います。
この工事のエネルギーや意識を自分に統合するグラウンディングをヒーリング以外の行動で行う場合は、内観や宇宙や地球を感じる瞑想、自然を感じる瞑想や好きな誘導瞑想を行っていくことをお勧めします。ここで最後の第4のグラウンディングについてお話しする前に、番外編として私が無意識に行ってしまっていたちょっと苦しいグラウンディングについてお話をしたいと思います。これはグラウンディングに分類できるかわからないんですが、同じような経験をされている方がもしいらしたらお役に立てるかもしれないと思ってお話しします。私は以前、悲しいニュース記事を好んでみたり、かなり下世話な話で盛り上がっている掲示板のまとめサイトばかり見たり、気持ちが重たくなるようなものを長時間見る傾向がありました。で、特に楽しかった日や調子がいい時にそうしているような気がしました。調子がいいというのは創作活動がうまくいっていたり、気分がいい時にあえてその気分が良かった時間と同じ分だけ、そういうネガティブな記事だったり、波動的に言うと重たいものを自分から摂取する傾向があったんです。で、それだけじゃなく、嫌な気持ちになることをわざわざ思い出してイライラしたり、頭の中の想像でですが、自分が何かに思いっきり怒っているところをイメージしたり、誰かを罵っているところを想像することもありました。でもそれが今ではちょっと間違ってるけど、ある意味グラウンディングだったんじゃないかなと思うようになったんです。で、霊気のアチューメントをしてくれた先生は、私を見るたびにクラウンチャクラが開きすぎているって言って、もう宇宙人じゃないんだからって笑って調整してくれていました。で、私自身はスピリチュアル会議派だったので、そんな自覚はなかったんですが、でも私の世界は子供の頃からいつもちょっと上の方にこの現実とは少しだけずれて広がっているのは感じていました。10代の頃は自分で自分を傷つける行為もしてたんですが、その時に傷つけることでやっと自分の体を感じられることや、こっちの世界を感じられることに気づいていました。だから今になって思うことでしかないんですが、目覚めてないのにふわふわと引っ張られる自分を無意識に重たい波動で抑えてたのかなって思うんです。本当に私一人の真実かもしれないんですが、もしも皆さんの中で自分もたくさん暗いニュースや重たい波動を求めちゃったり、ネガティブな感情が湧いてきたり、思い出したりする傾向があるなって感じている方は、自分を責めないでほしいです。どんな感情を持っていても、どんな行動をしてしまっていても、いつも自分が何かしらの理由があって、その時できる精一杯のことをしているんだと認めてあげてください。そしてちょっとそういう行動に飽きたら、ぜひ今回ご紹介しているグラウンディングを促す行動や、それから後編の動画で行うヒーリングを受けてみてください。もちろん手下ラボの他のヒーリングでもいいですし、他の信頼できるヒーラーさんでもいいんです。きっとこれまでとは違うエネルギーが自分に満ちてくると思います。最後にご紹介する第4のグラウンディングの方法は最強かつ最高で、人によってはハイレベルと感じるかもしれないし、一番簡単だと感じるかもしれません。それは自分のハートを地球とつなげる、そして地球を癒すグラウンディングです。このタイプのグラウンディングが特に合っている方、必要な方は、ネガティブなエネルギーに敏感で、それを持っている時に自分を責めたりジャッジしてしまう方、慈しむ気持ちや愛を高めたい方、女性性をバランスよく高めたい方、自分なりに地球を大切にしたり恩返しをしたいと感じている方、クリスタルが大好きで惹かれる方です。自分のハートを地球とつなげるグラウンディングは、地球の感覚や知性と私たちのハートが持つ直感でつながることと言えますが、それによって人間の基準とは違う、ジャッジが存在しない地球の価値観を体験することができます。
それは自分を責めてしまいがちな人にとって救いとなりますし、人間が誕生する遥か昔から進化してきたそのエネルギーやダイナミックな変化を乗り越えるあり方を私たちのハートで感じることで、自分に起きていることをもっと俯瞰して見られるようになるかもしれません。もちろん今現実に切羽詰まった悩みがあるときにこんなことを言われても何も解決できないんじゃないかと思ってしまいますが、でも少しだけ長い目で見ると地球の感覚や知性とつながることは心身とひいては人生の安定につながっていきます。この感覚を体験させてくれた最初の石はガイアストーンというこの緑の石です。こちらは1980年のアメリカのセントヘレンズ山の噴火によってできた火山灰を溶かして人工的に処理したガラス質の物質です。このガイアストーンがどんな石なのか知るために瞑想したところ、地球自体には怒りや悲しみという人間がつけているようなラベルが存在していないことや、地球を癒したいと思った時にどうすればいいのか、などいろんなことを教えてくれました。これら地球にいろいろ聞いてみた詳細はヒーラーになって地球のハートと自分を癒すという2023年に投稿したヒーリング動画でお話ししていますので、もし興味がありましたら聞いてみてください。その中で先ほど言った地球自体、それからクリスタルたちにもネガティブやポジティブといった判断が存在していないことと、人を輝かせることが地球を輝かせることになるとガイアストーンを通して知ったんです。人間の愛やヒーリングのような思いやりについては、私たちが爽やかな風が吹いて気持ちが良かったり、朝の柔らかい光を浴びたりするのと同じで気持ちよく感じるということなどを教えてくれました。だから地球を癒したいと思った時に直接地球にじゃなくても自分や周囲の人や植物や自然を輝かせて光を作ることをしてくれたら地球も気持ちがいいそうなんです。クリスタルたちもすべて地球で生まれますから、クリスタルたちもその価値観を持っています。なので、クリスタルとつながることも地球とのグラウンディングと言えるかもしれません。ここでなぜネガティブやポジティブなどの判断がないのに私たちの不要なエネルギーを浄化してしまうのかと思いますよね。でこれは今までの経験からの考察なので確かではないんですが、地球も地球らしさを発揮している個性のある存在です。そして絶えずエネルギーが地球自身の中で循環し、様々な鉱物や生物を育てる星です。地球をただ地球らしく生きている大きなクリスタルだと考えてみると、そのクリスタルの波動が私たちに届き、最高最善の癒しが起こるように私たちが委ねたときに、それぞれの私たちの最大の個性を発揮するような変化や浄化が起きるということなのかなと思います。つまりネガティブだから浄化してくれているのではなく、ただ私たちらしくいられない波動や付着物を取り去って地球のシステムの中で循環し、そしてまた成長のエネルギーとして戻してくれているんです。地球も自分らしくあるためにずっとそうしてきたし、魂がどこから来たにしても肉体的には地球の子供である私たちもそうするのが自然ということなのかなと想像しています。ところで皆さんの中には天使や女神、様々な神様を感じたり、詳しかったり、馴染みのある方もいらっしゃいますよね。私は最初地球自体には男性的なものを感じていました。でもクリスタルとワークをするときに地のエレメント、これは他には水とか火とか風とかいろいろあるんですが、その中でも地のエレメントを持つクリスタルたちを組み合わせて行う地球と一体化する瞑想のワークを毎日のように行っていて、地球に身を任せてネガティブな感情や不安、恐れなどすべて大地に手放すことを繰り返していると、自分を包んで支えている地球に女性性も感じ始めました。男性でも女性でもない地球なんですが、どちらかというと私がお母さん強いなって思う時の母性のような動じない性質を持つ温かいエネルギーを感じたんです。
で、それが私にとっては地球の女神を感じるということに近いんですが、神様や天使を感じられる方や好きな方は地球の女神とハートでつながる、感じることだと思ってみると分かりやすいかもしれません。そして地球を癒すという最高かつ最強のグラウンディングを教えてくれたのは、このチャンネルでほぼ毎回使っているアゼツライトたちです。アゼツライトはクリスタル研究家のロバート・シモンズ氏がヒーラーのナイシャーシャン氏のそういう石が出現しますよという予言によって発見し、その波動の素晴らしさで世界中のヒーラーたちが使うようになったクリスタルです。私もまだ全部は持っていないんですが、アゼツライトにはこんなに種類があって、今や世界中に産地が広がっています。最近お気に入りなのは明るい金色光線を持つゴールデンアゼツライトで、毎日一緒にワークをしています。アゼツライトはもともとその特有のエネルギーを持たずに様々な石として地球に存在していましたが、グレートセントラルサンが発する名もなき光に使えるアゼツという霊的な存在が、霊的な覚醒に近づいている惑星の天然石をエネルギー的に操作して、その惑星の覚醒を促すために名もなき光の周波数を持たせたそうです。これは今回皆さんに説明するために改めて持っていたロバート氏の著書を読み返してお伝えしているんですが、すごいロマンチックですよね。で、なんか石に光の周波数を持たせるなんて本当魔法使いみたいで楽しそうだし、人間じゃなくて私もアゼツに生まれてきてみたかったとか思っちゃいましたが、ロバート氏の誘導瞑想の中で途中でアゼツが3人なんか擬人化されていて、私の中ではアゼツって光の光なのかなって思ってたんですけど、途中でアゼツが3人出てくるくだりがあるんですが、アゼツがめちゃめちゃ背が高いっていうのを聞いて意外だったので、それでちょっとすごい失礼なんですが、なんかおかしくなってきちゃって、全然イメージできないしで、結局私はアゼツ自体をその擬人化したようなビジョンで感じることはできてないんですが、でもアゼツライトの心地よいシャワーのような光の波動は本当に感動的で本当に大好きです。地球を癒すということが最高のグラウンディングで、そして私たちにとっても最高の癒しであることはこのアゼツライトたちが教えてくれました。アゼツライトだけで行った1時間半のトークなしの名もなき光というヒーリング動画で、私は全くそういう意図をせず、皆さんがいつも通りクリスタルの波動を受け取り、癒しを起こすためのヒーリングを行っていたんですが、本当に思いがけず地球のビジョンが出てきて、なぜか地球を皆さんが癒しているビジョンがずっと見えていたんです。でも私は皆さんのヒーリングを行っている意識があったので、どうして地球が出てくるんだろう、なんでみんなが地球を癒しているんだろうと戸惑っていましたが、アゼツライトの由来を後から思い出して納得したということがありました。アゼツライトは私たちの癒しを促すことによって、人間が地球を癒せるほどのエネルギーを持っていると気づかせ、実際私たちが地球を癒しているところを見せてくれたんです。人を癒して地球を癒そうとしているんです。そしてこれがこれからの最高最善のグラウンディングになっていくのではないかと感じています。この地球のハートとつながり、地球を癒すグラウンディングをヒーリング以外の行動で行う場合は、内側も外側も含めて自分磨きをする、自分を丁寧に扱う、自分が心から好きなことをする、周囲の人や自然、植物や動物を自分と同じように輝かせる、クリスタルと仲良くする、あとは特に水の環境をできる範囲からきれいにしていくことをお勧めします。ここまで話した内容の中で自分はこのグラウンディングが一番気分が良くなりそうとか合っているかもというものはありましたか？後編の動画では実際にこの4種類のグラウンディングを促すヒーリングをトークなしで連続して行っていきますので、ぜひ後編の動画を見ていただけたら嬉しいです。
この後の画面でカードを使って今のあなた様に一番合っているグラウンディングも出してみますので、もしよかったら参考にしてみてください。それでは後編のヒーリングで会いましょう。長い話を最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。お疲れ様でした。またね。